良い眺めだ。弱者は作り、強者は奪う。そして支配者は破壊する。築き、生み、育てる。それは弱者のなすことだ。そしてもはや漢の崩壊は止められぬ。弱き者どもよ、震えながら滅びを待つがいい。頼もう。あんた、天下無双はどこ？呂布よ、いるんでしょ？嘘！あんたが呂布なんだ。ふーん。手合わせ？天下無双はそういう意味なの？やってもいいけど、別にそんなつもりで来たわけじゃなくて。助けてくれたでしょ？お礼くらいは言っておきたくて。でも、もういい！
敵が潰した町や村の数は100どころじゃないわ。由々しき事態であるな。東卓軍は朝廷に仕えていた宦官もことごとく処刑している。初めのうちはそれを歓迎する者もいたが、今や口をつぐんでいる。これでは我らが王子を取り戻しても漢を再建することはできぬぞ。奴らのやり方はあまりにも無道。人のすることではない。違うな。どうして奴は支持されているのだと思う？奴は部下に略奪を許している。東卓軍は意味軸も殿下を盾にした賊の集団に過ぎぬ。違うな。奴は粛清を繰り返しているからこそ人気を得ているのだ。東卓は民が望むままに破壊を行い、それが故に支持されている。その点では黄金と同じだ。違うとすれば、新しい世を作るという建前すら存在していないところか。民が破壊を望んでいるだと？そんなバカな。民人は漢の意向あってこそ日々の暮らしを営むことができる。その破壊を望むなんて。確かに人は一人では弱き者。家族がなくば明日をも知れず、村がなくば糧は得られず、町がなくば楽しみを知らず、まして国なくば誰が心安らかに生きていける。しかし人は新しきものを好み、汚れた服を捨てるように古くなった国を捨てられると考えているのだ。国を捨てる？その通り。次は何色の天が立ったものかな。民がこの破壊を望んでいるというのか。民は愚かで流されやすく、だからこそ正しい。だったら私たちはどうしたらいいの？民の心に寄り添うなど愚の骨頂。そろそろ祭りの酔いを覚ましてやらねばな。そのためにはまず東卓を討つ。敵の強大さを示しておいて、その上で撃つというのか。ああ、そろそろ頃合いでやろう。
けがわからん。董卓の勢いはとどまるところを知らんのだぞ。董卓は自らの王を食らう蛇だ。奴は生涯最後の宴を楽しんでいる。なんだと？董卓が自滅するって、そんな兆候ないわよ。領州軍、王子、都、大義。あの者は勝ちを積み上げた。だが奴めは積み上げた勝ちによって死ぬ。それでは諸君、ゆるりと奴を地獄へと送ってやるとしよう。決戦の地はここでどうかな。古老館か。よかろう。全軍で古老館を落とす。そして洛陽を奪還し、今日王子をお助けするのだ。